どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップしたモチベをゴリゴリ削ってくるブセファランドラオンリー水槽の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄のリンクから見てみてください。始まる前から終わっていたこの悲惨な水槽。綺麗に保ってはいるものの、目的もなくただただ生態の避難場所になっている現状です。正直モチベも枯渇し始めて、自分の気持ち一つでいつリセットされてもおかしくない状態なんですが、今回はそんな水槽に意味を見出すべく新たな行動を起こしていきます。果たしてブセファランドラオンリー水槽として立ち上げたこの水槽はどのように変貌していくのでしょうか。それでは早速やっていきます。前回はだいぶ水質も安定してきたため、行き場を失ったブセファランドラを適当に置いたところまでをお届けしてきました。いつものようにガラスパイプは汚いですが、壁面もしっかり掃除し、水替えも他の水槽同様抜かりなく行っています。そこから1ヶ月後、なんか地味にブセの位置を移動しつつ、療養中のトゥッカーノテトラ数匹を管理していました。相変わらず後ろの管岩は悲しい状態になってますが、プレミアムモスはとても順調です。先ほどの映像から数日後の状態がこちら。低床が若干緑してきました。そして適当に挟んでいた元テスト用の小さな一株のブセは地味に脇芽を生やして成長しています。さすがにヤマトに食害されており、状態がいいとは言えませんが、ただ放置しているだけなのにしっかり育っているのは、溶けたブセとの対比で何とも言えない気持ちになりますね。プレミアムモスはこんな感じで、やはりモサモサにはなってますが、若干ヤマトに食べられてる感がありますね。なんというか、新芽がまばらで、ボリュームの割にはバサバサしてる感じです。ただ、ヤマトがいないとすぐに苔まみれになるので、これくらいで収まっているなら優秀な方でしょう。最初に活着させていた時とは見違えるほどボリュームアップしてて嬉しい限りです。奥のブセはこんな感じで、以前溶けた時の後遺症か知りませんが、ずっと赤いです。香料が強すぎるのかなとも思ったんですが、そこまで上げてないんで、もしかしたらこのまま葉が落ちてしまうかもしれません。流木の奥に置いているブセファランドラレッドはいい感じです。こんな感じでちゃんと苔まみれになっていたガラスパイプもきれいにしています。よくこの悲惨な状態でしっかりメンテナンスしてたなぁと、当時の自分に頑張ったで賞をあげたいですね。続いてそこから1ヶ月後の状態がこちら。もう1ヶ月スパンではそこまで変化が見られなくなってきました。いよいよこの水槽の存在意義がわからなくなってきます。ブセはご覧の通り何の変哲もありません。必死に積み上げて作った溶岩石の岩に差し込んでいたパッチテストブセは地味に成長しててなんかムカつきますね。やはりブセは適当に放置していた方が成功するのでしょうか。そこから数日後ですが、なんかブセの葉がいくつか取れ出しました。やはり頭頂部の色が赤く褪せていたのはあまり状態が良くない証拠だったんでしょうね。ブセは何事もない時は本当にびくともしませんが、一度調子を崩すと立て直すのが難しいです。続いてさらに1ヶ月後ですが、以前動画にした90センチ水槽で泳がせていたレッドファントムルブラを入れました。前回お話しした通り、90センチ水槽のルブラはスネール駆除による弊害で調子を崩し薬浴してたんですよね。ただずっと薬浴水槽に入れておくわけにもいかないので、水質だけは安定しているこの水槽に暫定的に入れておくことにしました。正直まだルブラたちも本調子ではないので心配ではありますが、60センチ水槽ならある程度安心して管理できるのではないでしょうか。最初はいつものように隅っこに固まって泳いでいます。狭がりのルブラはちょっと難しいかもしれません。ただ導入2日後にはこのようにばらけて泳ぐようになったので一安心。地味に90センチ水槽に一緒に入れていたプンティウスペンタゾナジョホレンシスも3匹入っています。
この生態、縞模様のラメがめちゃくちゃ綺麗ですごく気に入っているんですが、あまりにもスピードが速いのと反射がすごい90センチ水槽では撮影が難しく、動画で紹介しようと思いつつ結局お見せしていませんでした。購入したのは2022年の6月28日だったようなので、もうそろそろ育成して2年が経過しようとしていますが、1匹も落ちることなくピンピンしている狂犬種です。もしタイミングがあれば詳しく動画で紹介するかもしれないので、期待せずにお待ちください。そこからさらに1ヶ月後の状態がこちら。心配だったルブラもしっかり元気になってくれてよかったです。地味に他の水槽にいたコリドラスたちもここに引っ越してたりします。水槽自体は相変わらずですが、ここにいると生態も落ち着いているから嬉しいですね。プレモスに関してはこんな感じで、若干苔が目立ち始めました。あまり綺麗とは言えない状態です。上から覗いてみると地味に水草が変わってたりします。左奥には以前動画にした60センチ成化石レイアウト水槽で使っていたエリオカウロンソーシャルフェザーダスターが避難しています。というわけで、生態も地味に安定してきたこの水槽、冒頭でお話ししていた新たな行動をここに来て指導していきたいと思います。最初の映像からすでに5ヶ月くらいの様子をお届けしてきましたが、ようやくです。というか5ヶ月という長い期間頑張って水替えもしながら管理してきたのに、この数分の動画に収まる程度にしかネタがないというのも悲しい話です。そりゃアクアリウム系の動画投稿が続かないわけですよね。自分の場合は他にも水槽を管理しているからまだネタがありますけど、上手な人は水槽環境が安定しているからこんな風に数ヶ月スパンでも一つの動画にできるレベルのネタも集まりません。そんな感じでアクアリウム動画投稿の難しさをお話ししつつも、次なる行動に移っていきます。まずお見せするのはこちらの水槽。所狭しとアヌビアスが敷き詰められたさながら30センチキューブアヌビアスの絨毯水槽です。これだいぶ前に投稿したヤマトヌマエビ100匹で綺麗にしたアヌビアスの残骸だと思います。奥に見えるのはそれ以降に買い足したアヌビアスですね。というわけで、この奥に置いてあるアヌビアスを取り出していきます。取り出してみるとポットごと引っこ抜けました。どうやらポットで購入してそのままドボンしていたようです。手前のアヌビアスで隠れていましたが、自分の適当さがここで露見されましたね。回収している時に糞が舞っていますが、これはおそらくヤマトヌマエビの糞です。ヤマトヌマエビはしっかり苔も食べてくれますが、その分糞の量がすごく、ベアタンク水槽では1日でめちゃくちゃ大量の糞がそこに沈殿します。それも分解するので無限に積もるわけではありませんが、とってもキリがありません。ちなみにこの奥のアヌビアスを購入した時の映像が探したらあったのでお見せします。それがこちら。このアヌビアスはどうやら特価で売られていたウェーブリーフミニだったようです。658円って今考えても安いですよね。買ったのは先ほどの映像の3ヶ月以上前なので、使う予定もなく3ヶ月間あの水槽の中に待機してました。めちゃくちゃ黙々と開封していますが、何個買っていたのかというと合計6個です。6個買っても合計4000円いかないなんてとても安いですね。全部合わせるとこれくらいのボリュームがあるので、小型水槽であればこのアヌビアスだけでもレイアウトできそうです。購入当時はこんな感じで地味に葉が枯れている部分が多かったんですが、水中に3ヶ月間ドボンしていたおかげで綺麗になりました。心なしかボリュームもアップしているような気がします。これをポットから株分けして溶岩石に一つ一つ活着していきます。してきました。結構大変でしたね。ブセファランドラよりも株分けする時のプレッシャーも少なかったのでストレスではなかったです。これをどうするのかというと、皆さんもお分かりの通り、ブセファランドラ水槽の奥に積み上げていた溶岩石の上に置いていきます。こうすることで殺風景だった奥のスペースをアヌビアスの草原にしようという魂胆です。
置くだけなので移動も楽ですし、やめようと思えばすぐにやめられるのもいいところ。ただ、溶岩石に活着させる工程で葉っぱがポロポロ取れてきているのが気になります。というわけで、右奥に先ほどのウェーブリーフミニを敷き詰めた状態がこちら。さすがにあの量であれば、アヌビアス単体でこれだけしっかりとした茂みを作ることが可能です。ずっと奥に意味もない溶岩石が積み上げられていた水形を見ていたので、なんか華やかに見えますね。そんな感じで左側の空いているスペースにもアヌビアスを配置して完成です。名付けてブセファランドラオンリー水槽がダメだったから妥協してアヌビアス7オンリーっぽい水槽にしたよ水槽です。後ろに溶岩石を積み上げていたおかげで、かろうじて背丈の高くないアヌビアスが正面から見ても顔を出してくれました。地味になだらかな傾斜になってくれているおかげで、茂み感はだいぶ感じられる気がします。ガタガタに溶岩石を配置していたらなんか締まりが悪いですしね。近くから見るとこんな感じで、さすがに右側のスペースでウェーブリーフミニは使い果たしてしまったため、先ほど映像でお見せしたアヌビアスぎっしり30センチ水槽から他のアヌビアスを拝借し、左側に配置してます。それでも違和感がないのは、アヌビアスの色味があまり変わらないことが幸いしましたね。というわけでいかがだったでしょうか。もともとはブセファランドラオンリー水槽を目指していた水槽が、虚無期間を1年近く経て、ようやくメインとなる水草が入りました。正直当初思い描いていた理想の水形とは全く異なり、瞑想に瞑想を重ねた結果こうなりましたが、とりあえずこの水槽を管理する意味が少し出てきたのではないでしょうか。まあ入ってる水草はほとんど陰性水草なので、変わり映えしない映像がまた続きそうですけどね。とりあえずずっと動画でも報告できていなかったブセファランドラオンリー水槽の続報をお届けできてよかったです。いつ上げるかはわかりませんが、続きの動画も制作していくと思うので、気になった方は続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。